こんにちは。今日はですね、ちょっと大物なんですけど、新古の X トークというインカムを紹介したいと思います。いろんな現場で使うことができるワイヤレスのインカムで5台セットのものになります。ちょっと出してみたいと思います。結構大物ですよね。これが本体になります。こういうキャリングケースにもね入ってきます。出るとですね、こんな感じになっています。こういうそれぞれが巾着袋に入ってたんですけど、見やすくするために出してあります。で、付属品としてはバッテリー2個ずつ充電できる充電器が3台ですね。バッテリー6個充電できます。それから、充電用のケーブルが3本ついてきます。これが本体になります。これ系のものってホーリーランドのものがあるんですけど、この新古 X トークはつい最近発売されたもので、やっぱりライバルをいろいろ研究してから出してきてますので、ホーリーランドの C1 ソリッドカム C1 にはない特徴がいろいろありますので、今日はその辺を中心に紹介したいと思います。でまず、最大の特徴というか、すごい部分なんですけど、値段がねすごいです。この5台セットでだいたい7万5千円ぐらいで購入することができます。ホーリーランドのソリッドカム C1 は4台セットで16万5千円ということなので、5台セットっていうのはないんですけど、価格も1台あたり考えてもやっぱ半額以下で買うことができますので、かなり安いですよね。あと、今のところ X5 という5台セットなんですけど、3台組とかあと13台15台で、ファームウェアのバージョンアップで最大18台まで接続できるようになるらしいんですけど、そういった別の組み合わせのセットもね発売されると思います。で、もう一つの大きな特徴がマスターフリーアルゴリズムというものなんですけど、一応ですねこういう感じでこれマスターなんで赤になっていて、それ以外の子機はこういうふうにブルーに色分けされています。この赤以外あと4台子機なんですけど、デフォルトの状態だとこの5台でペアリングされているんですが、これをですね自由に組み合わせを変えることができます。例えばこの2台とあとの3台で別々のペアリングをしてグループ分けするっていうこともできます。この子機になってるんですけど、この B ボタンっていうのを長押しすることによってどの子機もがマスターになることができるようになっています。すごいですよね。だから子機4台でも1つのグループとして使うことができます。ホーリーランドのものはそういったマスターは1台必ず必要で、マスターを使うかもしくはハブっていう別の機械があるんですけど、それを使うことで、機能するようになっています。じゃあちょっと本体を詳しくお見せしようと思うんですが、こんな感じですね。片側のこっちがスピーカーというか耳に当たる側なんですけど、こういう柔らかいほわほわとしたイヤーパッドがついています。で、こっち側は頭に当てておく側というんでしょうかね、スポンジになっています。ベルクロで取り外すことができます。ここがこういう感じで伸縮するようになっています。私はだいたいヘルメットだと当位60とか61とかですかね、 XL とか L とかを使ってるんですけど、何の問題もなく使うことができます。で、この新古と書いてあるこっち側ですね、こっちを開けるとバッテリーが出てきます。バッテリーは 1050mAh のものが入っています。で、バッテリーの持ちもすごくて、20時間以上で最大24時間ぐらい使えるというふうに書かれています。で、こっちにですねいろいろ操作パネルがあるんですが、まずですねこのマイクアームですね、これが前後どっち側にでも回せるようになっています。なのでこういうふうに使いたいのかこういうふうに使いたいのか人によって違うと思うんですけど、それ自由に選べるようになっています。で、ここにですね電源スイッチとかいろいろ端子があってゴムカバーがついてるんですが、まずこれが電源スイッチです。パワーオンと言いました。で、ここにですね 3.5mm のジャックがついてるんですね。で、これもこのインカムの特徴の一つなんですけど、ここにカメラからのモニター出力をつなぐことができます。なのでカメラのモニターヘッドホンとしても使うことができます。インカムで通信しながらカメラの音声もここでモニタリングできるようになっています。すごい便利ですよね。こっちがですね USB-C 端子になっています。ここは給電したり充電したりすることができるようになっています。
じゃあちょっとボタン操作もお見せしとこうと思いますが、電源を入れます。パワーオン、パワーオフザマイクロフォンと言ってますね。このアームを、どっちでもいいんですけど、こう前に傾けることによってミュートが解除されます。上に持ってくるとミュートになっています。そしてですね、このボタン操作がいろいろあるんですが、まずこれボリュームアップとボリュームダウンですね。A ボタンの3秒長押し、これでコネクションというか、ペアリングモードになります。8秒間長押しでマスターモードに入ります。でもう一回8秒間長押しでマスターモードから出ました。で B ボタンは1回押すとノイズキャンセルオンで、今度はノイズキャンセルオフです。これちょっと後からノイズキャンセルのテストもしてみたいと思います。であとですね、このドミナントモードっていうのがあって、 B ボタン長押しすることによってこのマスターから話してるのだけが音声が伝わって、呼気の方は音声が出せないようになるんですね。なので監督が指示を出すような時、呼気からの音声は必要ないような時はそのドミナントモードが使えるようにもなっています。こんな感じでそんなに複雑ではないんですけど、いくつかの機能がここに割り振られています。それから周波数帯に関しては、これは 2.4GHz 帯が使われています。ホーリーランドのソリッドカム C1 は 1.9GHz 帯だと思うんですけど、こっちは 2.4GHz になっていて、2.4GHz っていうと Wi-Fi とかいろんなのに使われているので、渾身が心配っていう方もねいらっしゃると思うんですけど、去年の11月にですね、インタービーという、放送機材とか、そういった業界の見本市みたいなのがあって、その時このシンコも出展していて、私もちょっと手伝いに行ってたんですけど、幕張メッセの中の大きなホールにシンコのブースがあって、そこから一回出て隣のホールに行って、いろいろ通信テストをしてみたんですけど、かなり離れていて、しかもものすごい多分 Wi-Fi の電波とかも飛び交って、いろんな電波が飛び交っている状況でも何の問題もなく通信することができました。で某大手テレビ局の方とかも見えて、で実際試されたりしてて、その通信距離の長さとかノイズの少なさなんかにね、結構喜んでいただいてました。ただその時は台数が5台組しかないという設定だったので、大きなテレビ局だとでも全然台数が足りなくて100台とかいるとか言われて、全然足りなかったんでちょっと残念だったんですけど、そういった声も踏まえて今回最大で18台までは使えるようになっています。で次にですね、この X トークの音声とかノイズキャンセルの性能についてちょっとテストしてみたいと思います。部屋にこの呼気を1台置いておいて電源をオンにして放置します。でそこにこの今話しているワイヤレスマイクを置いておこうと思います。でこの親機の方を私は装着して外に出て、車のここから10メートルぐらい離れたところに車があるんですけど、そこに行っていろいろやってみたいと思います。呼気にこんな感じで置いておこうと思います。で私はこの親機の方をペアリングされましたので、これを自分につけていこうと思います。でその様子をこの DJI Osmo Pocket 3で撮影しようと思います。音声テストなので、できればヘッドホンでもつけていただければ分かりやすいかと思います。外に出てきましたが、ちょっとキャンプに行ってて車の中が荒れてきたのですが、こんなキャンプ用の扇風機があるので風ノイズを試してみたいと思います。今ノイズキャンセルオフにしました。どうでしょうか。こんな感じでむちゃくちゃマイクを近づけています。マイクの真ん前に扇風機がある感じになっています。今度はノイズキャンセルをオンにしてみました。ノイズキャンセルはオンです。どうでしょうか。ここにマイクのところにこのスポンジがついてるので、そんなに風の音は気にならないかもしれないですね。でちょっと今度ラジオの周波数がずれてる時になるザーっていうノイズをかけてみようと思います。あえて周波数をずらしてるんですが、どうでしょうか。今ノイズキャンセルオフにしました。かなりうるさいです。ザーッと言ってます。
じゃあ今度オンにしてみます。ノイズキャンセルオンになっています。ノイズキャンセルの効き具合はどうでしょうか？オフにしました。今オフです。ボリュームは50です。むちゃくちゃうるさいです。オンにしました。どうでしょうか？で次にですね、ちょっと街中に行って実際にどのぐらいの距離飛ぶのかっていうのももう一度テストしてみました。ご覧ください。今通信中です。ですね、相手がいるのは、回しましょうか。こんにちは、聞こえるでしょうか？私の声が聞こえるでしょうか？今話している向こう側は、行き過ぎた。見えるでしょうか？ちょっと小さくて見えにくいんですけど、あそこに古びた灯台のような遺跡のようなものがあるんですが、あそこにいます。僕の声をちゃんとカメラが拾ってくれてるといいですけど。以上です。天気は晴れです。風が少しあります。ポートタワーの下のあたりまで行きます。一番遠いぐらいの対角線距離になると思うので行ってみます。はい、今ロイヤルプリンセスが出港しようとしています。私はポートタワーの下にいます。300メートル、400メートルぐらいあるんじゃないかなと思うんですけど、いやー、インカム便利だね。という感じでしたが、いかがでしょうか。前半のノイキャンのテストはオンにしなくても結構声をきれいに拾ってたんですけど、ラジオのザーっていう音の中ではオンにした方がやっぱり綺麗かなと思いました。であとはですね、レンジテストは見通し距離だとかなり500メートルぐらい離れても全然問題なかったんですけど、やっぱり間に何かが入ると切れますよね。建物の壁とかが増えていくとどんどん距離は縮んでいくと思いますが、こういったワイヤレス機器はだいたいみんなそんなものかなと思います。どういう現場でどういう使い方をするかにもよるとは思うんですが、かなりの場合問題ない性能なのではないかと思いました。こういったインカムは誰もが必要とするものではないかとは思うんですが、例えば複数人で仕事でドローン飛ばしておられる方とか、少人数のチームで複数人で撮影しているような場合なんかは、こういったものが1個あるとすごく効率が良くなると思います。現場で大声を張り上げなくても意思の疎通が図れますので、そういった方に本当におすすめだと思います。で、価格的にもライバル機よりはかなり安いので、予算に限りがあるような場合もおすすめだと思います。ということで今回シンコの X トークのレビューでしたが、詳しい情報はまた概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご覧ください。今回もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。